ヘンゼルとグレーテル。むかしむかし、大きな森の入り口に貧しい木こりの家族が住んでいました。木こりは奥さんと息子のヘンゼル、娘のグレーテルの4人で暮らしていたのですが、まともに食べるものもないほど貧乏な暮らしを送っていました。そんなある日のこと、いよいよ食べ物が底をつき、家族全員分の食べ物を用意することができなくなりました。ついに食べ物が底をついてしまった。明日から全員食べていくのは不可能だ。どうしたものか。木こりが悩んでいると、奥さんがこっそり声をかけてきました。あんた、もうこの子たちを育てながら生きていくのは無理だよ。明日の朝一番にこの子たちを森の一番奥へ連れて行って、そのまま置いてきちまおう。なんてことを言うんだ。そんなことしたらこの子たちは死んでしまうぞ。しょうがないじゃないか。もう食べるものがないんだよ。このままみんな死んじまうよりマシだろ。お腹が空いているせいで眠れなかった2人の兄弟はこの話を聞いていました。どうしようお兄ちゃん。このままじゃ私たち死んでしまうわ。大丈夫だよ。お兄ちゃんに考えがあるから、ゆっくりおやすみ。ヘンゼルは木こりと奥さんが眠ったのを確認すると、夜のうちに外に出て白い小石をたくさん集めました。次の日の朝、ヘンゼルとグレーテルは木こりに連れられて森の奥へと入っていきました。3人が森の奥へたどり着くと、木こりは、わしが迎えに来るまでここで待ってるんだと言い残し、どこかへと行ってしまいました。夜になるまで木こりを待っていた2人ですが、木こりは迎えに来てくれません。不安になったグレーテルはついに泣き出してしまいました。お兄ちゃん、迎えに来ないよ。怖いよ。大丈夫だよ。ほら、これを見てごらん。ヘンゼルはグレーテルを慰めながら、ポケットの中から白い小石を出して見せました。実はね、ここに来るまでの間、この白い石を落としながら歩いてきたんだ。だから、この白い石をたどっていけば家に帰れるよ。ヘンゼルが落とした白い石は月明かりに照らされて光り輝いていました。2人は白い小石の光でできた道しるべをたどり、無事に家に帰ることができました。木こりの奥さんは帰ってきた2人を見て大変驚きましたが、2人を家の中に入れ、家中の扉の鍵を閉めてしまいました。
その夜、木こりの奥さんは木こりに言いました。なんであの子たちが帰ってきたんだい。明日はもっと奥まで連れて行っておくれ。ヘンゼルとグレーテルはこの日の夜も起きて話を聞いていました。どうしようお兄ちゃん。また森の奥に捨てられちゃうよ。大丈夫だよ。また石を集めてきて、それを目印に帰ってくればいいんだからね。ヘンゼルはみんなが寝静まった頃に外に出て石を拾いに行こうとしましたが、扉に鍵がかかっていて外に出ることができませんでした。次の日の朝、2人は木こりに連れられて森の中に入っていきました。ヘンゼルは目印の石を拾えなかったので、隠し持っていたパンを小さくちぎって目印代わりに落としていきました。森のさらに奥の方へとたどり着くと、木こりはここで待っていろと一言だけ残し去っていきました。お兄ちゃん、早く帰ろう。そうだね。今日は石が拾えなかったから、代わりにパンを小さくちぎって落としながら歩いてきたんだ。パンを目印に帰ろう。二人がパンを目印に元来た道を戻ろうと振り返ると、ああ、鳥が！なんとヘンゼルが落としたパンを森の鳥たちが全部食べてしまったのです。ああ、困ったな。これじゃ帰り道がわからないよ。それでもどうにかして家に帰ろうと、二人は森の中を歩き回りますが、道に迷うばかりでした。すっかり日も暮れて、お腹がペコペコになった頃、どこからか一羽の白い小鳥が飛んできました。小鳥はまるで道案内をするかのように二人の周りを飛び回りました。お兄ちゃん、この鳥さんがついてきてって言ってるみたいよ。そうだね。道もわからないし、ついて行ってみようか。二人は白い小鳥の後を追いかけました。白い小鳥を追いかけると、とても不思議な家が現れました。屋根はクッキー、ドアはチョコレート、窓はキャンディーでできているお菓子の家です。見てお兄ちゃん、お菓子の家よ。ヘンゼルとグレーテルはとてもお腹が空いていたので、大喜びでお菓子の家に駆け寄り、お菓子を食べ始めました。すると家の中から一人のおばあさんが出てきました。おや、こんなところで何をしているんだい？あ、ごめんなさい。勝手にお菓子を食べてしまいました。実は僕たちは捨てられてしまったんです。それでお腹が空いていたので、つい
お菓子を食べてしまいました。ごめんなさい。ヘンゼルが勝手にお菓子を食べてしまったことを謝ると、そうかい。それはかわいそうだね。それなら中に入るといい。お菓子よりもおいしいごちそうがあるよ。二人はおばあさんの言う通りに家の中に入ると、おばあさんが家の鍵をかけて言いました。ひっひっひ。残念だったね。ごちそうなんかないよ。私はこの森に住む魔女さ。これからお前らが私のごちそうになるのさ。魔女は二人をおいしく食べるためにヘンゼルを閉じ込め、太らせるためのごちそうを用意し、ごちそうをグレーテルに運ばせました。どうしようお兄ちゃん、このままじゃ食べられちゃうよ。大丈夫だよ。僕に考えがある。よーく聞くんだよ。ヘンゼルはグレーテルに考えた作戦を話しました。魔女はとても目が悪いので、ヘンゼルの指を触って太ったかどうか確認していました。ですが、ヘンゼルは太ってしまったら食べられるので、魔女がわからないようにごちそうで出てきた肉の骨を毎日触らせていました。数ヶ月が経った頃、ヘンゼルがいつまで待っても太らないことにしびれを切らした魔女は、全然太らないじゃないか。もういいわい。痩せていてもいいから食ってやる。と言うと、かまどに火を起こしました。お兄ちゃん、このままじゃ食べられてしまうわ。なんとかしないと。そうだね。でも僕は閉じ込められているから動けない。グレーテル、これから言うことをよーく聞いて、僕の言う通りにするんだ。ヘンゼルはグレーテルにこっそり作戦を伝えました。しばらくすると魔女が言いました。さて、それじゃあヘンゼルを食べようかね。おい、グレーテル。かまどの火はよく燃えているかい？かまどの中に入って火を見ておいで。するとグレーテルは、かまどの中にはどうやって入るの？と魔女に聞きました。そんなこともわからないのかい。まったく、こうやるんだよ。魔女はそう言うと、かまどの中に頭を入れました。するとその時、グレーテルは力いっぱいに魔女の体をかまどに押し込みました。何をするんだい。やめておくれ。魔女は叫びましたが、グレーテルは力を緩めません。そして魔女はかまどの火に焼かれて死んでしまいました。グレーテルは魔女の持っていた鍵を取ると、ヘンゼルを助け出しました。すごいじゃないか、グレーテル。助かったよ。ありがとう。ちゃんとお兄ちゃんの言う通りにできたよ。お兄ちゃんが助かってよかったわ。兄弟は
お互いの無事を抱き合って喜びました。それからというもの、ヘンゼルとグレーテルは魔女が隠し持っていたたくさんの金貨や財宝を持って無事に家にたどり着き、金貨や財宝のおかげで食べ物の心配もなくなって幸せに暮らすことができましたとさ。おしまいおしまい。